腹筋運動を週5日、6週間、それを続けた人たちのお腹がどれだけへこんだと思いますか？答えは0ミリです。床に寝転んで膝を立てて体を起こす。10回、20回、お腹が熱くなってきます。効いているという感覚。実はこの感覚間違っていません。腹筋は確かに強くなります。ただ答えたのは筋肉だけでした。腹囲、お腹の皮下脂肪、体脂肪率、測ったものは一つも動きませんでした。ではなぜへこまないのか。よく言われる答えは部分痩せなんてそもそも不可能だからです。ところがこの説明もまた間違っています。脂肪はその場でちゃんと溶けています。センサーで測ると動かした筋肉の隣で脂肪はきちんと分解されていました。その場で溶ける。なのにその場からは減らない。この奇妙な落差にこそ答えがあります。先に結論をお伝えします。あなたの脂肪に副視点は存在しません。しかもこのことは1971年にある医師がテニス選手の腕を測るだけで証明していました。第1章、腹筋は確かに強くなった。まずはこの神話を正面から検証した実験を見ていきます。2011年、アメリカのサチン・ビスピュートらが24人を集めました。男性14人、女性10人、18歳から40歳で全員運動習慣のない人たちです。半分は何もせず、もう半分は腹筋運動を週5日、6週間続けました。内容もなかなかの量です。腹筋の種目を7つ、それぞれ2セット10回ずつ、これを週に5日、6週間、かなり真面目なトレーニングです。それだけやればお腹も少しはへこみそうなものです。研究チームが測ったのは体重、体脂肪率、腹囲、そしてお腹の皮下脂肪の厚みでした。結果です。腹筋を連続でできる回数は32回から47回へはっきり増えました。ところが腹囲はピクリとも動きません。体脂肪率も皮下脂肪の厚みも変化なしでした。強くなった腹筋はその上に乗っている脂肪のことを何も知りません。第2章、半世紀前の完璧な実験。6週間では短すぎた、そう反論することはできます。それなら何十年も片側だけを使い続けてきた人間を探せばいい。1971年、カリフォルニア大学アーバイン校のグラント・グイナッププらが目をつけたのがテニス選手でした。利き腕は何年も振り続けている。反対の腕はほとんど使っていない。同じ体、同じ食事、同じフォルム。違うのはその腕を使ったかどうかだけです。これ以上綺麗な比較はありません。筋肉は正直でした。利き腕の前腕は男性で 2.25 センチ、女性で 1.15 センチ太い。ところがその上に乗っている脂肪の厚みには差がありませんでした。何年何万回と動かし続けた腕でも脂肪の厚みは変わらない。筋肉だけが育って脂肪は何事もなかったようにそこに残っていました。1980初年、マサチューセッツ大学のフランク・カッチらはもっと直接的に調べました。腹筋運動を27日間させた後、脂肪を針で吸い出して脂肪細胞の大きさを顕微鏡で測っています。脂肪細胞は確かに縮んでいました。ただし縮んだのはお腹だけではありません。背中もお尻も同じだけ縮んでいた。腹筋運動で痩せたのはお腹ではなく全身でした。そして2022年、これまでの13の試験、合わせて1158人分のデータが一つにまとめられました。鍛えた側の手足と鍛えていない側の手足、脂肪の減り方を37通りで比べています。結果は鍛えた側の勝ちが17、鍛えていない側の勝ちが20、統合した効果量はマイナス 0.03、0と見分けがつきません。2158人が出した答えはコインを投げるのと同じでした。第3章、ところが脂肪は溶けていた。ここから話が裏返ります。ここまでならよくある神話破りです。教科書にもこう書かれています。脂肪は局所では分解されない。だから部分痩せは原理的に不可能なのだと。ところがその説明は間違っています。2001年、コペンハーゲン大学のベンテ・スタルクネヒトらは変わった実験をしました。10人の男性に片足だけで運動をさせ、両足の脂肪に直接センサーを入れて脂肪がどれだけ溶けているかを測り続けます。はっきり差が出ました。働いている足の隣の脂肪は休んでいる足のおよそ2倍の速さで溶けていました。血流も 1.7 倍に増えています。同じ体の中で同時にです。著者たちの結論ははっきりしています。特定の運動はその場所の脂肪を溶かすことができる。局所的な脂肪分解は実在します。
つまり神話を否定してきた側も正確ではありませんでした。部分痩せは単なる迷信ではない、もっと厄介な別のものでした。第4章、溶けた脂肪はどこへ行くのか。その場で溶けている。なのにその場から減らない。ここがこの動画の核心です。脂肪は溶けると有利脂肪酸という形になって血の中に出ていきます。そして血は全身を回る。お腹で溶けた脂肪も血に入った瞬間、お腹のものではなくなります。ここで最初の言葉に戻ります。あなたの脂肪に副視点はありません。全身にたった一つの口座があるだけです。腹筋運動はそこからわずかにお金を引き出せます。ただ引き出したお金は共通の財布に入ります。そして使われなければまた預け直されます。しかもどこの視点に戻すかを決めるのはあなたではありません。子供の方です。これを残酷なほどはっきり示した実験があります。2013年、チリの研究チームは11人に片足だけでレッグプレスをさせまして、1回のセッションで960回から1200回、それを週3回、12週間です。1200回です。もし部分痩せがあるなら、その足から脂肪が落ちるはずです。脂肪は確かに減りました。減ったのは上半身と体幹です。年200回動かし続けたその足の脂肪は減っていませんでした。体はどこから落とすかを自分で決めます。その決定権はあなたに一度も渡されていません。第5章、なぜ幻は消えないのか。証拠はこれだけ揃っています。それでも神話はしぶとく生きています。理由の一つが意外なところにありました。測り方です。2007年、104人に12週間、片腕だけを鍛えさせた研究があります。男性45人、女性59人。記者自肪をつまんで測る器具、キャリパーで測ると、男性では鍛えた腕だけ脂肪が減って見えました。ところが、同じ腕を MRI で測り直すと、その差は消えます。減っていたのは男女とも全身の脂肪でした。部分痩せは体で起きていたのではありません。物差しの上で起きていました。ただし正直に言っておくことがあります。2023年、ノルウェーの研究チームが部分痩せは存在するという論文を出しました。お腹の運動を足した群で体幹の脂肪が 1170g 多く減っていました。ただしこの研究は16人男性だけ。食事は管理していません。しかも運動時間はお腹のムラが84分に対し比べた側は45分でした。そして彼らがやったのもいわゆる腹筋運動ではありません。1158人が出した答えと16人が出した答え、どちらを重く見るかはあなたが決めていいと思います。中小、溶かす場所は選べる、減らす場所は選べない。答え合わせをしましょう。6週間の実験、テニス選手の腕、針で吸い出した脂肪細胞、1158人のメタ分析、肩貸しのセンサー、そして MRI、運動生理学、疫学、細胞生物学、統計学、生化学が同じ一点にたどり着きました。脂肪はその場で溶けます。ですが、その場からは減りません。溶かす場所は選べても減らす場所は選べないのです。だから腹筋運動が無駄だという話ではありません。あの6週間で回数は32回から47回に増えています。腹筋運動は腹筋を強くする目的が違っただけです。お腹をへこませるのは腹筋運動ではありません。体全体の出ていくエネルギーと入ってくるエネルギーの差です。地味で面白みがなく、そしてそれしかありません。今夜も誰かが床に寝転んで体を起こしています。聞いていると感じながら、その感覚は間違っていません。ただ聞いている場所が思っているところと少し違うだけです。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。